ニトロ Vlog のリリです。いつも動画を見てくれてありがとう。さて、今日の動画だけど、アンバーニックのクラムシェルのゲーム機 RG35XXSP です。ゲームボーイアドバンスにそっくりな見た目で、画面が折りたためるのが特徴のゲーム機だよ。最近動画で紹介していた XX シリーズの兄弟モデルで、搭載するチップセットやメモリーなどが共通となっています。性能的には目新しさはないんだけど、やっぱり折りたたみできるのは注目点ですかね。そんなわけで、早速見ていきましょう。まず最初に付属品を紹介するね。パッケージはアンバーニックおなじみの白箱なんですね。残念。付属するのはいつものガラス保護フィルム、英語と中国語のユーザーズマニュアル、そして短めの充電用 USB ケーブルです。これは定番セットって感じかな。中身を並べるとこんな感じ。映像の通りで本体カラーはクリアブラックをチョイスしました。RG35XXSP のスペックはすでに動画で紹介した RGXX シリーズと基本的に同じで、 SoC にオールウィナー H700、メモリーは 1GB を搭載していますよ。最大 512GB に対応したデュアルマイクロ SD スロットを搭載していて、スクリーンは IPS3.5 インチ、解像度は 640×480。バッテリーは最大8時間の 3300mAh。あと、Wi-Fi、Bluetooth も搭載していて、ミニ HDMI による外部モニター出力にも対応です。本体カラーは、クリアブラックとクリアブルー、あとグレーとシルバーの4色です。今回は色の選択に悩んだんだけどね。やっぱり、レビューするならクリアカラーかなと思ったので、クリアブラックを選択してみました。RG35XXSP の価格は、アンバーニックの公式ショップで、送料別1399円。現状の円安レートでも、かなり安価に抑えたんじゃないかな。まあ、送料入れると、ちょっと高くなっちゃうけどね。さて、本体のデザインを見ていきましょう。公式の寸法は、幅が 89mm、高さ 85mm、厚み 27mm、そして重量は 192g。見た目はゲームボーイアドバンス SP にそっくりなんだけど、実際に手に取ってみるとね、思っていたよりも大きいと感じるんだよね。原因は、やっぱり本体の厚みかな。少しボテッとした印象です。外装は細かい脂肪加工がされていて、指紋の汚れが目立たなくて良い感じかも。上の部分にロゴとかの装飾がなくて、つるっとしていてシンプルな見た目。なんかクリアカラーの場合だと、上部パーツを外して内部にデザインカードを入れて楽しめるって、公式動画で解説されていたんだけど、蓋は脱着式ではなく、ネジを外して軽めの分解作業が必要になるから、自信がないなら、あまりおすすめはできないかな。背面はバッテリーでネジで蓋が固定されています。バッテリーの脱着が簡単なのは良いと思います。本体の上側にミニ、HDMI と充電用 USB-C ポート。ショルダーボタンは LR4 ボタンです。下部の左側に 3.5mm イヤホンジャック。中央部はデュアル SD カードスロット。左側がシステム用ですよ。本体の左側がボリュームスイッチで、右側に電源ボタンとリセットボタンがあります。ボタンは本体にフラットになるようデザインされていて、仕上がりがさすがアンバーニックって感じのクオリティです。
ヒンジは見た目もオリジナルにそっくりで、約45度と200度の2段階でロックします。固定もしっかりで、ぐらつかず、良い感じです。ただ、個人的には180度位置にもロックが欲しいかなって思った。撮影で便利だからね。さて、操作ボタンのところは、オリジナルのゲームボーイアドバンス SP に、XY ボタンを追加したような見た目ですね。中央の上にホームボタン、真ん中にモノラルスピーカー、下側にスタート、セレクトボタンです。アナログスティックがないから、左右対称ですっきりしていてまとまったデザイン。だけど、できれば左側だけでもアナログスティックが欲しかったかな。遊べるゲームの幅が広がるもんね。私はそんな風に思ったんだけど、みんなどう思う？画面を閉じた状態だとね、なんか四角いモバイルバッテリーみたい。あんまり美しいデザインとは思わないけど、オリジナルの実機が好きな人には、納得の仕上がりになっているんじゃないかな。サイズが少し大きいのは違和感かもしれないけどね。ホールド君についてだけど、RG35XXH のような横型モデルと比べると、多少窮屈さはあるんだけど、オリジナルよりも微妙に大きいから、ホールド性はおおむね良好って感じかな。操作性は、十字キーと ABXY ボタンに、このモデルではドームスイッチが採用されていて、従来のアンバーニックモデルと感触が明らかに異なるんだよね。オリジナルのゲームボーイアドバンス SP や PS ビータなどと同じで、プチプチとした感触が個人的には好き。だけど、やや硬めな押し心地で、操作音も大きくて、少し不快に感じるのはマイナス点かな。試したゲームでは、おおむね操作性には問題は感じないけど、なんか昇竜拳だけ出しづらいんだよね。波動拳は出るんだけどね。私だけかな？ショルダーボタンは横配列で、内側のボタンに段差があってご操作はしづらくなってます。オリジナルよりもやや大きい本体のおかげで、指の収まりが良いから窮屈には感じません。ホールド性も操作性も、かなり良好だね。あと、アンバーニックのショルダーボタンって、カチカチ音がうるさい機種が多いんだけど、このモデルは比較的静かなのが良い点です。その代わりといってはなんだけど、スタート、セレクトボタンはカチカチと甲高い音が出るようになって、これは、なんか安っぽいし、いまいちだなって感じました。とにかく、小型だけど、ホールド感と操作性を損なってないのは、RG35XXSB の良い点だと思います。スクリーンは IPS3.5 インチで、解像度は 640×480。レトロゲームにはバッチリなスクリーン仕様だよね。本体形状のおかげなのかな。実際のサイズよりも大きな表示に感じますよ。発色も綺麗だし、視野角もかなり良好で、輝度は5段階の調整が可能。実用上は問題ない明るさにできます。まあ、めちゃくちゃ明るいってわけではないんだけど、価格を考慮すれば優秀なんじゃないかな。内蔵スピーカーの音質はモノラルなので、臨場感はないんだけどね。最大音量は十分だし、音割れもないです。スピーカーの位置も中央正面にあって、指の干渉も起きないし、ゲーム機のスピーカーとしては悪くない、納得の音質って感じかな。RG35XXSB のシステムだけど、他の XX モデルと共通のシステムで、定期的にバージョンアップされているので、使い勝手もかなり良くなってきた感じだね。見た目を自分好みに変更したり、日本語にも対応しているし、動画や電子書籍などのアプリケーションも標準で入ってるよ。まあ、日本語は相変わらず変な感じなんだけど、誰かアンバーニックさんに教えてあげて。そうそう、
RG35XXSP は画面を閉じるとスリープする機能があって、なかなか良い機能だなと思った。ただ、素早く開け閉めすると、スリープから復帰しなかったりして、微妙に動作が不安定だったりするんだけど、この点は今後のシステム更新に期待かな。あと、実はスリープしても意外とバッテリーが減るので、気になるのであれば、画面を閉じたら電源をオフにする設定にもできるよ。標準のシステムでも、起動エミュレーターのベゼルのオンオフとか、いろいろカスタマイズができるから、標準のシステムをいじるだけでも、かなり楽しめるんじゃないかなと思うな。さて、最後に他のモデルとの比較ですよ。アナログスティックのない RG35XX プラスと RG28XX で比べてみると、画面を閉じた状態は厚みがあるけど RG35XXSP はかなり小型でコンパクト。そして画面を開けば大きなスクリーン、ホールド感、操作性。この3機種の中では一番良いと思います。コンパクトで持ち歩きしやすくて、ゲームの操作性も良い。個人的には RG35XXSP が一番良い選択になるんじゃないかなと思うな。まあ、RG35XXH を候補に入れちゃうとね、ホールド性も操作性も良くて、アナログスティックがあるからベストモデルなんだけど、アナログスティックが不要であれば、RG35XXSP がおすすめ。画面の開け閉めは地味に楽しいもんね。はい、そんな感じでアンバーニックの新製品 RG35XXSP のレビューでした。みんなはこのモデルどう思いますか？コメントで教えてね。実行できるエミュレーターは PSP やドリームキャストぐらいは動作するし、レトロエミュレーター用途としてなら十分な性能だよね。だけどデザイン的にはゲームボーイアドバンスのゲームをするのが一番楽しいと思うんだよね。どうせならゲームボーイアドバンスのカセットが起動できる互換機にしてくれたらもっと良かったのにと思っちゃったかな。概要欄に公式のショップリンクが貼ってあるから、気になった人はチェックして確認してくださいね。そんなわけで今回の動画はおしまいですよ。チャンネルの登録がまだならこの機会に登録してね。あとコメント、評価などもよろしくお願いします。最後まで動画をご視聴いただきありがとう。また次回の動画で会いましょう。それじゃあまたね。